おはようございます。桜井です。今日は XRP に関する重要なニュースをお届けします。SEC との裁判がついに終結に近づいているという話が出てきています。そしてリップルがドバイで正式にライセンスを取得し、新たな展開を迎えています。このニュースが XRP の価格にどんな影響を与えるのか、投資家にとってどんな意味を持つのか、詳しく解説をしていきます。特に SEC の裁判については XRP にとって長い間の大きな懸念材料でした。しかしここに来て裁判が終わりに向かっているとの報道があり、市場も少しずつ反応を見せています。ただし価格がすぐに大きく動くわけではなく、慎重な動きも見られています。さらにリップルがドバイで暗号資産決済のライセンスを取得したことは XRP の実用性が一段と高まる可能性を示しています。これにより UAE で XRP を活用した決済サービスの展開が可能になり、今後の市場にどんな影響を与えるのかが注目されています。この動画では、まず SEC の裁判の最新状況を整理し、次にリップルのドバイ進出が XRP にもたらす影響を分析していきます。そして最後に今後の XRP の展望について考えていきます。XRP の未来がどうなるのか一緒に見ていきましょう。では、まず最初に XRP 投資家にとって最も気になる SEC との裁判の状況について整理していきます。SEC、つまりアメリカ証券取引委員会とリップル社の裁判は XRP の価格に大きな影響を与える要因の一つです。この裁判がどう決着するかで XRP の未来が大きく変わる可能性があります。現在の状況ですが、一部の報道では裁判が終結に向かっていると言われています。これを受けて市場では期待感が高まり、XRP の価格が上昇する動きが見られました。ただし、ショートポジション、いわゆる XRP が下がると考えている投資家もまだ多く、楽観視するのは早いかもしれません。なぜショートポジションが多いのか、その理由の一つはまだ判決が出ていないため、市場が完全に安心しきれていないからです。もし裁判の結果がリップル社にとって不利なものになれば、XRP の価格は再び下落する可能性があります。そのため今の相場は上がりそうだけれども、まだ警戒している投資家も多いという状態です。一方で XRP が SEC との裁判で有利な立場を確保すれば、不正リスクが軽減され、大手金融機関や機関投資家の参入が加速する可能性もあります。特にアメリカ市場での不確実性がなくなれば、XRP の本来の価値が評価される動きにつながるかもしれません。次にリップルがドバイで取得したライセンスについて詳しく見ていきます。これは XRP にとって非常に大きなニュースです。リップル社はドバイ金融サービス庁、つまり DFSA から正式なライセンスを取得しました。これによりアラブ首長国連邦 UAE で XRP を活用した決済サービスを提供することが可能になります。これはリップルの事業にとって大きな前進であり、XRP の実用性が一段と向上する可能性があります。そもそもなぜリップルがドバイでのライセンス取得を目指したのか、その背景にはドバイが世界的に見ても暗号資産に対して寛容な規制環境を整えているという点があります。UAE は暗号資産の活用を積極的に推進していて、多くのブロックチェーン関連企業がこの地域に拠点を構えています。今回のライセンスの取得によってリップルは UAE 国内で正式に暗号資産を使った決済サービスを展開できるようになります。これが意味するのは企業や金融機関が XRP をより活用しやすくなるということです。XRP は国際送金のスピードと手数料の安さが強みですが、これまで規制の問題で活用が制限されていました。しかしドバイでの承認により今後さらに多くの企業が XRP を決済手段として採用する可能性があります。では、このニュースが XRP の価格にどう影響するのか、結論から言うと短期的な価格上昇要因にはなり得ますが、すぐに大きな影響が出るとは限りません。なぜならドバイでのライセンス取得は XRP の採用拡大につながるポジティブな要素ではありますが、それが実際に市場に反映されるには時間がかかるからです。ただし、これをきっかけに他の国でもリップルの規制承認が進む可能性があります。そうなれば XRP の実用性はさらに向上し、長期的な価格上昇につながる可能性もあります。
はい。ということで、ここまで SEC の裁判の最新状況と、リップルがドバイで取得したライセンスの影響について解説してきました。では、これらを踏まえて XRP の今後の展望について考えていきます。まず短期的な動きですが、SEC の裁判の行方によって XRP の価格は大きく変動する可能性があります。仮にリップルが完全勝利、あるいは和解して XRP が証券ではないと認められれば、市場の不透明感がなくなり、XRP の価格は急上昇するかもしれません。一方で、もし不利な判決が出た場合、短期的には売り圧力が強まる可能性もあります。ただし市場はすでにある程度このリスクを織り込んでいる可能性もあります。最近の市場データを見ると XRP には依然としてショートポジションが多く、投資家は慎重な姿勢を崩していません。これは裁判が終わるまでは油断ができないという市場の心理を反映していると考えられます。次に長期的な視点で XRP を考えてみると、ドバイでのライセンス取得はポジティブな材料と言えます。なぜならリップルの国際決済ネットワークが広がり、XRP の実用性が高まることで、より多くの金融機関や企業が XRP を活用する可能性が出てくるからです。特に今後他の国でも同様の規制承認を得られれば、XRP は単なる投機対象ではなく、本格的な決済インフラとしての地位を確立するかもしれません。しかし今の市場を見ると XRP 単体ではなく暗号資産全体のトレンドも無視できません。実はビットコインの市場占有率、いわゆるドミナンスが過去4年間で最高水準に達しているというデータがあります。これは多くの投資家がビットコインを中心に資金を移していることを示しています。つまり XRP がどれだけいいニュースが出たとしても、市場全体のトレンドがアルトコインにとって厳しい状況であれば、思ったような価格上昇が起こらない可能性もあるということになります。とはいえ XRP には他のアルトコインにはない強みがあります。それはすでに多くの国際金融機関と提携していて、実用性のあるプロジェクトであるという点です。裁判が終結し、規制のハードルがクリアになれば、XRP の本来の価値がより評価されるタイミングが来るかもしれません。では、このポイントを踏まえて最後にまとめに入ります。XRP は今後どうなるのか、そして投資家が注目すべきポイントを整理していきます。まず SEC の裁判についてですが、終結が近づいているという報道があり、市場の期待感が高まっています。ただし、ショートポジションが依然として多いことから、楽観視するのは早いという状況です。裁判の結果次第で XRP の価格は大きく変動する可能性があるため、引き続き注目が必要です。次に、リップルのドバイライセンスの取得について、これは XRP の実用性が高まる重要な一歩であり、UAE をはじめとした国際決済の分野で XRP が広がる可能性を示しています。ただし短期的な価格上昇につながるかどうかはまだ不透明であり、今後の実際の導入事例が重要になってきます。そして XRP の今後についてですが、裁判の結果や国際展開がポジティブな方向に進めば大きな成長の可能性があります。しかし一方で市場全体の流れも重要です。現在ビットコインの市場占有率が過去4年間で最高水準に達していて、多くの資金がビットコインに流れている状況です。このトレンドが続く場合、XRP を含むアルトコイン全体の上昇には時間がかかるかもしれません。では、あなたはどう思いますか？ XRP はこのまま上昇していくと思いますか？それともまだ慎重に見ておくべきでしょうか？ぜひコメントで意見を聞かせてもらえればと思います。はい。ということで本日の内容は以上です。ここで重要な点をお伝えしておきます。暗号資産投資には価格変動のリスクが伴います。特に短期間で大きな価格の上下が起こることもあります。したがって投資を行う際にはしっかりとリサーチを行い、ご自身のリスク許容度を確認した上で判断をすることが大切になります。投資は自己責任で行うものであり、他の人の意見や情報に左右されず、ご自身で納得してから行うようにしましょう。この動画はあくまで情報提供を目的としていますので、最終的な投資判断はご自身で行っていただくようよろしくお願いいたします。では、今後も暗号資産の海外での最新情報をお届けしていきますので、ぜひ暗号資産情報が気になる方はチャンネル登録をお願いします。そして今日の動画の内容が参考になったと思われたら高評価も
もよろしくお願いいたします。では、最後にお知らせがあります。今、暗号資産に関して情報交換できるオープンチャットを用意しております。このオープンチャットでは暗号資産に関していろいろと情報交換できるコミュニティの場となっていますので、興味がある方は参加されてください。参加費用は無料です。参加方法ですが、概要欄に僕の公式 LINE を用意していますので、そちらより登録してもらうと自動返信チャットにてオープンチャットのリンクを記載しています。そちらから参加されてください。では本日も最後までご視聴していただきありがとうございました。